本語勉強中の方に向けて、日本の文化、行事、日本で話題になっていること、そして私が日本で過ごす中で感じることなどについて発信するポッドキャストです。改めましてこんにちは。今日は日本のお米についてお話をします。お米は日本の食文化でとっても大事なものです。おにぎり、お寿司、カレー、丼、定食などの日本食には必ずお米がありますよね。そんな大切なお米についていくつかのポイントに分けてお話をします。まず、日本人はどのくらいお米を食べるのでしょうか。2020年のデータによると、日本人は1年間に1人当たりおよそ 54kg のお米を食べています。これは毎日お茶碗1杯分ぐらいのお米を食べる計算です。昔はもっとたくさん食べていましたが、今でもお米は日本人にとって大切な食べ物です。おにぎりや寿司、お茶碗に盛られたご飯の形で毎日の食事に登場しています。次に、日本でお米がたくさん作られている場所についてお話しします。お米は全国でも作られますが、特にたくさん作られている場所は新潟県、秋田県、山形県などの東北地方です。これらの地域にはお米を作るのにぴったりな気候や土があります。ちょうどこのポッドキャストを収録している9月の中旬はお米を収穫する時期です。その年の秋に収穫されたばかりのお米のことを新米と言います。新米は水分が多くふっくらとしていて甘みも強いです。新米の季節になると日本のスーパーには新米と書かれたお米が並びます。新米を使ってご飯を炊くと特別な美味しさを感じることができます。私はこの時期のお米がとっても好きです。もし秋に日本に訪れる機会があれば新米を食べられるかもしれません。ぜひ食べてみてください。日本にはいろいろな種類のお米があります。代表的なものにはコシヒカリ、秋田小町、笹錦などがあります。例えばコシヒカリは甘みが強くもちもちしています。笹錦はあっさりとしていて寿司に使われることが多いです。それぞれのお米には違った味や食感があります。ちなみに私は少し固めであっさりしている笹錦が好きです。またお米には玄米と白米の2つの種類があります。玄米はお米の外に皮がついたままの状態です。この皮にはビタミンやミネラル、食物繊維がたくさん入っていて健康にいいとされています。白米はその皮を取り除いたお米です。白くてふわふわした食感が特徴で、日本の食卓によく並べられているお米です。さらに日本にはもち米というお米もあります。もち米は普通のお米よりも粘り気が強く、お餅やお赤飯など特別な料理に使われます。お赤飯は小豆と一緒に炊いて少し赤く見えるご飯で、お祝いごとに食べられるものです。私のおばあちゃんが誕生日の時によくお赤飯を炊いてくれました。時々スーパーでお赤飯を見るたびに毎年の誕生日の楽しみだったなということを思い出します。今日は日本のお米についてお話をしました。お米は日本の食文化にとっても大切なものです。いろいろなお米の種類や新米の特徴を知ることで日本のお米をもっと楽しめると思います。
ぜひいろんなお米を食べてその違いを楽しんでみてくださいね。ここまで聞いてくださってありがとうございました。それでは次回のエピソードでお会いしましょう。